どうも、東海釣り三昧です。この動画ではね、投げ竿、シマノの投げ竿スピンパワーなんですけど、この前釣りしてた時に、いきなりね、トップガイド付近でラインがプチンってね、高切れしちゃって、で、ガイドリングが割れてしまったので、それのね、修理を紹介しようかなと思います。実はトップガイドだけが割れてたわけじゃなくて、トップガイドから下3つ、1、2、3個。このね、上からね、4つがね、ガイドリングが割れてました。で、なんで気づいたかっていうと、カッターナイフのね、刃を、こう、クリ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 当てて、で、刃がね、カツンって引っかかるところがあるかないか、という調べ方で調べました。こっから下はね、大丈夫だったんですけど、こんな、穂先の、竿先の4つがいっぺんに割れるって、なんかあったかなと思って、最初ね、穂先ね、こう、投げる時の穂先たまにカツンって地面に擦っちゃったりする時があるので、それで穂先割れたのかなと思ったけど、下3つも割れるって、相当ね、もう思いっきりバン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 叩いたりしない限り割れないと思うんですけど、そんなことした覚えないなと思ってたけどね、去年、昨シーズンもう半年くらい前に、一回ね、リールのベールを倒すのを忘れて、そのまんま投げちゃって、で、重りが引っかかって、で、その反動で地面に竿先にバーンってぶったことが一回あって、そんな初歩的なミスをね、犯してしまいまして。で、その時はね、パッと見大丈夫で、それからもう今シーズンも結構これ使ってるんですけど、なんともなかったんで、全然もう忘れてたんですけどね。多分それが原因で上4つガイドリングが割れてしまいました。で、これね、シマノに修理に出すと、これね、全部塗装してあるんですよね、スレッドが。これ塗装してあると、1箇所、このダブルフットのガイド1個につき6600円プラス部品代がかかるみたいで、シマノに修理に出すと、3万近くするそうです。でもってこれ1番だけじゃあ部品交換したらどうかなと思って、部品代調べたら税込みで4万4000円ぐらい、この1番だけで。いや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 とか思って。で、自分で直そうかなということになりました。で、自分で直せばね、ガイド代、ちょっと細かいスレッドだったり、エポキシだったり、その辺はあんまり考慮してませんけども、ガイド代だけで済むのでね、ガイド代だけでだいたい全部で4つで5000円ぐらいで修理ができそうです。これね、トップガイドなんですけど、もう、炙って、これ下のスレッドはもう飾りで抜いて差し替えて終わりだと思ったら、純正がね、ちょこっとだけガイドに被ってて、で、ここはもう交換してあります。すでに。交換済み。こちらね。こちらが純正のスレッド。これは今から交換します。で、ここ純正のスレッド部分ね。これがもう今回交換したやつ。もうほとんどパッと見わからないと思いますけども。若干ね、色の差はあるんですけど、これ全部交換しちゃえばね、下の方に行けば行くほど差が、ここがね、幅が広がっていくので、多分分からなくなっちゃうんじゃないかなと思います。はい。ということで、それでは、ちょっと前置きが長くなりましたが、今からね、ガイド3つ外して、この3つの付け替えをしていこうかなと思います。付け替えする前にまず寸法だけ測っとかないとね。こっからね、順番に寸法を一個一個書き出しておきたいと思います。寸法を測って書き出すだけなんで。寸法が測れたら、ガイドをね、一個一個外していきます。もうこのガイドはいらないガイドなので、ガイドの足にね、当ててスレッドを切ります。切っちゃいます。ガチッと。んで、一箇所切れたら、ここに爪を引っ掛けて、きっかけがつかめれば早いんですけど、なかなか苦戦した。きっかけさえ一回ね、つかめちゃえば、あとはくる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 回せば外れます。ただね、きっかけをつかむのに苦戦しました。はい。ペリ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 ね、結構綺麗に
剥がれます。それじゃあ上も途中でガイドがポロンって取れちゃったけど、きっかけさえつかめりゃね、あとは早いです。ちっちゃい方のが大変。これ割とあんまりエポキシ残らないね。できるだけエポキシだけに当たるようにして、できっかけさえつかめちゃえば、あとは基本的には早い。くる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 っと。あんまりね、急ぐとスレッド、この糸をスレッドって言うんだけど、これがね切れちゃうとめんどくさいので、ちょっと慎重に。できっかけさえつかめちゃえばね、こんな感じで外れます。でこれはちょっとボンドで接着してあると思うんですけど、純正はね、軽く取れなかったら軽くライターで炙ってあげればポロッと取れます。割と順調だわ。太い方が楽です、外すのは。でもつけるのは太い方がめんどくさいです。スレッド巻く量がえらい増えるから。くる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 っと、簡単なもんで。で足のところパツンと、はい、取れました。それじゃあね、あと1個外したいと思います。やっぱね、太い方がちょっと見やすくなるっていうのもあるけど、外しやすいですね。もう綺麗に取れると気持ちがいい。ちなみにこれ別に僕ど素人でプロじゃないので、もし真似をしてね修理される場合は自己責任でお願いします。ガイド取れちゃった。真似して失敗したら竿壊れたがやとかなしね。よし、とりあえずダメなガイド3つ外れました。でこれね、調べ方ね、ちょっとちっちゃいところは、こっちのちっちゃいところはちょっと調べにくいんだけど、この大きくなってくればね、こうカッターの刃とかをね当ててあげると、カッターの刃を当ててあげるとカツンって、ここカツンって引っかかる場所があってね、そこよくよく見るとピシッて縦にねクラックが入ってます。これね、パッと見じゃ多分気づかない。今回は多分穂先はね、おそらくこれと同じように最初はねピシッっていうクラックが入ってただけだったと思うんだけど、穂先はねちょっと当たることが多いので、当てちゃいけないんだけど本当は。でもこう投げる時にね地面すっちゃったりとか、海岸が斜めだとどうしても穂先ぶっちゃうことがあるんですけど、それで穂先だけそういうちょっとダメージが蓄積されて、でパーンと欠けたところがね、ひびが入ったところがさらに欠けて、で今回ラインが引っかかって切れて、このガイドのリングのクラックに気づいたという流れになります。それじゃあね、まだねちょっとエポキシが残ってたりするので、このねブランクのエポキシ、このね汚れを取っていきます。それじゃあね、こちらのガイドはね、なんかもったいない気がするけど、もう分かんなくなるとまずいのでほかっちゃいます。鉄くずでいいよね。はい。それじゃあね、まずこのエポキシをきれいにしていきますか。前はね、塗装のブツを取るようなねカッターでねコリコリやってたんだけど、100均のアクリルの定規、これで十分だ。どこだっけ、ここか。これが一番ブランク自体も傷つけないしね、これでカリカリやってあげるのが一番手っ取り早いし安上がりだし、どのみちね全く同じところにつけるのでだいたい取れてればいいんじゃないかな。綺麗になった。ストリップ状態。あれに比べたらね、ダイワの AGS 外した時なんかはね
めっちゃ外しにくかったけど、シモノは外しやすいわ。2代目のキススペシャルをね、ガイド全部外した時はね、すげえ外しにくかったんだけど。これは楽。あ、ちょっと塗装削れた。ポロッと取れちゃったけど、まあね、同じところにつけるので、お、すごい、ツルツルです。さて、ベタベタ触っちゃったので、一応ね、これ、シリコンオフ。なんか容器は違うけど、シリコンオフ。で、一応、ベタベタ触っちゃったので、油分だけね、一応、取っときます。こっからは本当は手袋した方がいいんだけど、手袋すると作業性がめちゃくちゃ悪いから、このまんま素手でいきます。こちらね、ガイド。ガイドはね、富士の純正じゃなくて、シモノで頼んでます。若干高くなるんだ、シモノで頼むと。これね、まだね、ここね、スレッドが乗るところがね、テーパーが甘いので、ちょっと削りますね。上がり鼻ができればいいのでね、ちょっと先端が削れて斜めになってれば大丈夫です。よし、削れた。ガイドを仮固定する用のマスキングテープをね、細く切っておきます。一応 3M からね、5ミリ幅ぐらいのやつが出てるみたいだけど、買ってない。あ、これしまった。切る方が逆だ。こっちから切らなきゃいけなかった。適当に3ミリ幅ぐらいのやつをね、6本あれば間違いないけど、4、5本。5本あればいいや。よし。マスキングテープ5本を切り出したら、最初にね、書き出してあるところでガイドを止めていきます。これボンドでね、ホットボンドみたいなやつで止めてもいいんだけど、僕はもうマスキングテープで止めてその上からもうスレッド巻いちゃいます。その方が動くし、とりあえずそれでなんか問題が起きたことはないですけど、僕は。本当はね、ちゃんとゴム手袋をしながらやった方が油分がついちゃうとね、後でコーティングの、ね、密着不良とかにつながると思うので、本当だったら手袋しながらやった方がいいと思うんだけど。よし、最初に測った寸法の位置にね、だいたいつけれました。後でスレッド巻いた後でもね、これボンド使ってないので動かせるからね、とりあえずだいたい暫定この位置で数ミリぐらいだったら動かせるので、これでいきたいと思います。で、今回使うスレッド、しまったな、一回途中で脱脂しとけばよかったかな。まあいっか。今回使うスレッドはこちら。スケルターワークスかな。ロゴがもう全然消えちゃってるけど、の白いスレッドを使います。で、これね、糸をね、最後、引き抜くための糸が欲しいので、先に切ってね、で、ここなんか裁縫とかでやった玉留めとかわかるかな。適当に何でもいいので結んで、これを輪っか、適当なね、輪っかを作っておきます。で、あとは巻いていくだけ。スレッドを巻く用の専用の台もあるんだけど、今回は手でそのままガイド3つだけなんでね、くるくるくるっと巻いていっちゃいます。スレッドもね、本当はこれ素手で触らない方がいいと思うんだけど、一回上の方に通して、で、この交差させてね、なんて言うんだろう、
一番最初は止めてあげます。くるくるっと。4、5周かな。そしたらこれをちょっと引っ張って、軽く引っ張ってね。で切っちゃう。であとはね、ちょっと幅を最初に測ってなかったので、もう僕の勘でいきます。あとも残ってないしね。もうちょい上だな。よし、だいたい位置が決まったので、あとは巻いていく。くるくるくるっと。このね、足をね、最初に削っとかないと、この乗せるときにね、苦労します。なかなか乗ってくれない。つるんつるん滑っちゃって。これ今回はね、塗装しちゃうからね。これスレッドも本当は今右手スレッド持っちゃってるけど、持たない方がいいね。で、ある程度乗ったら、マスキングテープを剥がしちゃって、本当はね、ボビンだけを持って、糸は持たない方がいい。んで、あとどうだろう、数ミリのところになったら、このね、糸を、ちょっと下に挟んでやって、さっき作った輪っかをね、挟んで、でもう一回、くるくるくるっと上まで巻いていきます。で、ある程度足の下まで来たら、ちょっと長めに切って、通して、で、こいつをね、輪っかを引っ張ってあげると、スレッドが中に入ってくれます。で、このね、飛び出たところを、飛び出たね、スレッドを切ってあげる。ちょっと短かったかな。まあいいか。これでとりあえず下側が止まりました。こんな感じでね、1、2、3、4、5、6全部で6箇所巻いていきます。まあ同じこと繰り返すだけなんでね、こんな感じで。とりあえずこんな感じで全部白いスレッドが巻き終わりました。まあ上から塗装しちゃうのでね、多少この辺の隙間、このまんまもうコーティングだとバレバレなんだけど、上から塗装しちゃうのでね、まあそこまで馴染ませなくてもいいんじゃないのかなと思います。止まってれば。それじゃあね、とりあえずもうこれね、素手でベタベタ触りまくっちゃったので、シリコンオフ。シリコンオフっていうのがね、売ってると思います。多分ホームセンターに行けば。これも直接かけて、んで、脱脂をして、で、上からポンポンポンと押さえて、ほんのちょっと、もうこんなのすぐ乾くんで、ドブ漬けにしない限りはね、溶かしちゃったりはしないと思う。こんなことしたくなかったら最初から手袋してやればいいんだけど、手袋してるとね、巻きにくいんだよね。これシリコンオフめちゃくちゃ燃えるので、ホワイトガソリンみたいなもんなんでね、めちゃくちゃ燃えるから気をつけた方がいいです。でね、しっかり溶剤を気化させたいので、軽く遠目からちょっとドライヤー当てて、軽くでいいですよ。もう一瞬でこんなね、溶剤気化するので。で、そしたらね、通りをしっかり見ます。これでね、通りがほぼほぼ完璧に出ました。一番最初の新品よりもいいと思う。
新品の時ね、これトップの1個下がね、若干曲がってたんで、新品よりいい位置に来たかな。よし。そしたらね、もうここは触らないようにして、コーティングをしていきたいと思います。コーティングするときは、こちらのね、フィニッシングモーターを、このね、1番に挟んで、でね、ここをマスキングテープで巻いて、こちらを向こう側の支えにして、コーティングしていきます。はい、とりあえずね、こんな感じでセットできました。これ、さっきのね、台、V 字に切られた台に乗ってて、で、あっち側、こちら側は、こんな感じで、で、ここね、マスキングテープとかで留めとかないとね、外れることがあるんですよ。で、この台の下側もね、ここ、マスキングテープで留めてあります。そしたらね、ここにエポキシを塗っていきます。エポキシはね、東宝のエポキシを使います。ここにね、A と B があるので、まあ、どっちでもいいんだけど、とりあえず B。で、B って書いてあるスポイトで、シリンジって言えばいいのかな。んで、ゴミがついてる。で、同量、同じ量ね、1対1です。A と B を同じ量でね、混ぜます。多いかな。割り箸のお尻とかを使って、しっかり混ぜる。しっかりね、もう泡立っちゃってもいいからしっかり混ぜた方がいいと思います。それではね、塗っていきます、これを。ハケにね、これ100均の溶剤でも大丈夫っていうハケ。100均のハケです。先端ちょっと切っちゃってあるけどね。まあハケでもしっかりちょっと混ぜて、そしたらね、少量つけて、で、ここのスレッドの上に置いていきます。ちょっとね、最初は強めにギュッと押し付けながらね、しごくように塗っていきます。ぎゅーっと。強めにしごきたいから短くしちゃってます、これは。ハケはね。で、ちょっと強めにしごけたら、今度はちょっと厚めに。スレッドの外まで出るようにね。よし。そしたら、ターボライター。100均で買ってきたターボライター。これターボライターじゃないとダメです。ターボライターじゃないとね、ススがついちゃうんで。アルコールランプって書いてあるけど、僕はターボライターでやっちゃいます。ここを、こう、ライターでね、炙ってあげると、このエポキシが柔らかくなって、で、中の気泡もね、抜けてくれて、でもって柔らかくなるのでね、このガイドの隙間から流れ込んで、おっと、これ煙が出るほどに炙っちゃダメ。中までね、入り込んでくれます。こんな感じで、あとね、全部やっちゃいます。とりあえずね、全部塗り終わりました。これ一応ね、富士のフィニッシングモーターは、スイッチをね、入れ替えると、こう、切って入れてってするとね、その都度、いや、たまに変わんない時があるんだけど、こう、向きが変わります。まあ、思いっきりね、グッと力が入ってもね、モーター自体にグッて力が入っても逆回転しだすんだけど、まあ、スイッチをね、入れたり切ったりすると、右と左のね、回り方が変わるので、やりやすい方向に変えればいいと思います。で、この状態でとりあえずね、半乾きになるまで、完全硬化させない方がいいと思うんだけど、半乾きになるまで3時間ぐらいかな。今7時なので10時ぐらいまでちょっと放置します。で、これはね、硬化してるかどうかのサンプルで置いときたいので、これはね、この混ぜたやつね、
は置いといて、で、ハケはしっかりね、これは洗浄用シンナーで僕は洗っちゃいますけど、シンナーで洗って、あとはちょっと3時間ぐらい放置したいと思います。ちょうどね、3時間経ちました。こちら。一応触れるけど、ちょっとベタベタしてるぐらい。ちょっと熱いところはベタベタしてるね。だけど一応まあ触れるかなぐらいにはなりました。このぐらいでね、色をつけちゃいましょう。完全に乾いちゃうと、足付けしなきゃいけなくなるので、ちょっとね、半乾きぐらいで上に重ねちゃいたいと思います。今回使うのは、タミヤのね、スプレー。こっちの方がいいか。タミヤのラッカースプレー。かなり臭いので、換気扇回した方がいいと思います。ツヤありの TS88。これね、同じ色版じゃないわ。同じね、これね、チタンシルバーっていうね、チタンシルバーっていう色なんだけど、同じ色で、これね、どっちもチタンシルバーなんだけどね、こっちエナメルで、こっちアクリルで、これラッカー。で、ラッカーのスプレーじゃなくて原色っていうかこういうね、瓶タイプのね、やつもあったみたいなんだけど、最近見当たらなくて。で、一応ね、これなんか3種類買ってきて、いろいろ試したんだけど、多分ラッカーが一番いいと思います。ラッカー、よーく振って、で、これ振ったのをさ、紙コップに出して、これ今、部屋ね、換気扇全開です。で、これね、出したやつを、こちらね、中に出したやつを、ハケ塗りで、こちらに塗っていきます。逆向きの方がいいな。回転の向きが。これね、スプレー缶だとね、溶剤でかなりシャビシャビにされちゃってるんで、かなりシャビシャビです。本当はちゃんと原色のドロドロを塗りたいんだけど、とりあえず一回塗れました。ちょっとね、さすがにね、これね、スプレーでシャーっと吹くためにかなり薄めてあるはずなので、シャビシャビなんですよ。でね、1回ではなかなかね、色がつかないので、これはこのままちょっと1回置いといて、で、これ下色っていう感じでね、この状態でしばらく乾かします。まだね、ちょっと下が透けてて色がね、薄いので。で、しばらく乾燥してる間にこっちもね、だいぶ揮発してきて、濃くなってくるっていうかね、溶剤が少なくなってくるので、この状態でちょっと1時間ぐらいかな。ちょっと1時間ぐらい置きたいと思います。で、こっちの筆はね、こっちの筆はね、ちゃんと洗っておきたいと思います。さて、だいぶね、こちらがね、だいぶ乾いてきたので、二度塗り。色作ればいいんだけどさ、せっかく修理するところの紹介だから、できればね、市販の塗料で。よし、いいかな。とりあえずね、こちら、全部塗り終わりました。この状態でね、またしばらく、どうだろう、また1時間ぐらい放置。これね、2回塗ってからお風呂に入ってきました。多分ちょうどいいぐらいじゃないかな。で、こちら、また、作り直したエポキシです。今回はね、ちょっと厚めに塗っていきます。まだそんなに思いっきり乾いてないと思うので、そこまでしごいちゃうと、下のね、メタリックが泳ぐといけないので、まあ最後はね、まあ最後の仕上げの上乗せぐらいな、上塗りぐらいな感じでね。さあ、
ガイド3つともね、全部塗り終わりました。で、こちらはね、また一応ちゃんと乾燥したかどうかのね、確認用に置いといて、ハケはちゃんと洗って、あとはもうこのままね、今夜の1時仕事でさ、明日も。まあね、このままあとは乾くのを待つだけです。まあ、一番最後にね、仕上げでね、ターボライターで、こう、気泡だけ抜いてあげてね、あと多少柔らかくなるので、表面張力でね、割とこう、くるんと丸くなってくれます。まあ、ちょっとあんまり綺麗とは言えないけどまあいいでしょう。先端の方だから普段釣りしてるときは見えないんでね。よし、これであとは乾燥を待って完成です。はい。一応ね、もう完成して完全に固まってます。ただね、ちょっとね、デコボコすぎるんでなんでこんなデコボコになったかなっていうぐらいデコボコなんで、一回ね、ペーパーを当てて、で、もう一回ね、コーティングして最終仕上げをしたいと思います。まあ同じことを繰り返すだけなんでね。粗めの400番ぐらいでね、ちょっと慣らして、このエポキシを塗ったところだけね。で、もう一回エポキシをきれいに塗り直して完成にしたいと思います。これね、よーく見てみたら、さっきね、下のね、塗料がね、メタリックが泳いじゃって、多分乾いてから塗ったんだけど、エポキシのね、こっちの、エポキシのこれの溶剤で多分ね、溶けて、で、メタリックが泳いじゃって、すごいムラムラになっちゃってたので、もう一回塗り直し、上から。一番トップはね、多分ちっちゃかったから、そんなに泳がなかったのかな。なんかすごいこの太いところはすごいね、泳いでるのが、メタリックがね、うねうねしちゃってるのがすごい見えちゃったんで、硬化剤が入ってないからさ、まあ、しょうがないから、エポキシとね、混ぜて、色を。んで、もう一回塗りました。これでね、とりあえず乾いちゃえば、もう一回上からね、エポキシ塗ってもメタリックが泳ぐことはないと思うので、これ本当は何塗ってんだろうな。はい、ちょっとね、ここで後日談というか、後での考察のお話なんですけど、ちょっと補足でね、今回は最初ね、こちらで最初、エポキシの、スレッドのエポキシコーティングで最初に下塗りして、でその後こちらで塗装した後にもう一回上塗りでこちらを塗ったらね、こちらがね、乾くのがすごく時間がかかるので、その間に溶剤で溶けちゃって、これがね、溶けてメタリックが泳いじゃうっていう現象が起きて、その後ね、仕方なしにこちらの塗料を、こちらと混ぜて、硬化剤入りの塗料みたいな感じにして、で、固まった後に最後またね、こちらでコーティングっていう流れに、ね、したんですけど、まあ、後々よくよく考えたら、まあ、こちらのね、コーティング剤でしっかりね、ボテッと、丸みのあるコーティングを作った後、これで塗装して、で、これやっぱりね、シャビシャビなので、今回は紙コップにジャーっと出して、ちょっと放置しといたんですけど、まあ、こういうね、これカンカン、空き缶の下側、空き缶のね、下側をちょっと切ったやつですけど、ここにね、シャーっと出して、で、下からライターとかでね、バーっと炙れば溶剤が飛んで、結構ね、粘度の高い塗料ができるので、それを塗ればいいかなと思うんですけど、それを塗って、で、最後ね、仕上げで、これを塗っちゃうと、乾燥時間がすごく時間かかって、溶剤でね、こちらの溶剤で最初に塗ったこの塗料が溶けて泳いでしまうので、この、まあなんか2液のクリアで手に入りやすいものって言ったら、まあ釣り具屋に売ってる、こちらのね、ウレタンクリア。これはね、試食乾燥って、その指で触るって書いて試食乾燥のまでがね、5分で固まるので、これを薄く塗ってね、仕上げ、まあ本当にだから塗装してクリアで終わるみたいな感じで終わってもね、良かったのかなと思ってます。ただ、やってないですけどね、またそれは。やってないんで、どうなるかは分かりませんけどね、また今度、なんかガイドの付け替えとか、ガイドをつけるような竿をストリップで買ってきて、ガイドをつけるようなことがあったらね、そんな感じの、塗装仕上げっていうのもね、チャレンジしてみたいなと思います。ちょっとね、付け足しの
補足でした。はい。完成しました。やっぱちょっとね、メタリックが若干泳ぐね。トップはね、そんなに気にならないんだけどね。難しいわ。もうちょっと薄めに塗った方がいいのかな。ちょっと厚く塗ったらね、メタリックがこの辺わかるかな。これちょっとゴミだな。メタリックが若干泳ぐわ。他の塗装でやってるやつはどうやってやるのが正解なのか。ちなみにこれが純正。ここが純正ね。で、ここが塗ったところ。上からクリア層が、上にね、クリア層があるから、ちょっとなんだろう、ツヤが出ちゃってますけど。これ多分塗装で最後終わっちゃってるんだろうな。まあ、いいでしょう。とりあえず、竿は使えるようになりました。けどちょっとね、やっぱ純正とは違うわ。まあでも、いっか。3万円が5000円で済んでれば。面積がね、使えればよかったんだけどね。ガイドのね、通りは最初の新品よりもだいぶ良くなりました。ここがね、トップの1個下がね、ちょっと右についてたからね、最初。まあだけど、買うときに選べなかったんで、それしかね、これしか選べなかったんで。よし、とりあえず完成しました。1番、2番、3番。で、ここは純正です。やっぱ純正綺麗だな。塗装で最終仕上げを終わらしちゃえばいいのかね。でも溶けちゃうもんね。弱いよね。クリアでちゃんと仕上げてあげないと。これどうやって終わらしてんのかな。メーカーのね、修理調べたらハケ塗りって書いてあったんで、ハケ塗りはハケ塗りだと思うんだけど、でもこうね、くる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 筋は入ってるんで、多分ハケ当ててするって塗ってるとは思うんだけどね。でも最後のクリアのこんな、クリアのテカテカ仕上げではないね。これ。何が違うのかね。まあでも全部これだったらね、全然いいと思うけど。スレッドの隙間とかがね、見えないので、こういうメタリックじゃなければね、塗装仕上げもありかなと思いました、今回。あとは塗装の仕方だね。もうちょっとなんか塗装の仕方を考えないといけなさそうです。どうしてもメタリックがね、こっちの、ちなみにこれね、混ぜたやつ、ウレタンと、しっかり乾いてるしね、嫌な音が鳴るかな。硬いです、ちゃんと。こっちは普通の色混ぜてない方だけど、爪で触った感じはそんな差がないんでね、一応固まってはいると思います。まあ一番下にね、これの原液っていうか普通に何も混ぜてないやつが入ってるから、あとは上はね、まあ飾りだと思って。で、クラックが入ったらね、また外してもう一回やり直せばいいだけなんで、とりあえずしばらくはこれで使いたいと思います。とりあえず修理代3万円の見積もりが5000円で治りました。はい。ということでね、今回はね、こちら、スピンパワーの1番、穂先のね、ガイド交換。自分でやったガイド交換の紹介でした。それではどうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。